はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。干し肉といってパッと頭に想像するのってビーフジャーキーですよね。日本で干し肉ってあまり見かけたり聞いたりしませんよね。でも実は日本にも干し肉の文化はあります。今日は日本の干し肉、菜干しを作っています。それでは早速やっていきましょう。今日はネットでこちらの菜干しを買いました。菜干しと聞いてなんだかわかる人はなかなか食通ですね。最近メディアなどでも露出が増えて菜干しを聞いたり見かけることも増えてきました。菜干しとは馬肉を天日干しして燻製にした干し肉で、竿干しや先干しがなまって菜干しになったと言われています。日本で干し肉というと岡山県津山市の干し肉が有名ですが、菜干しは大阪の羽曳野市や松原市などが有名です。もともと馬や牛の解体に携わっていた人が作っていた保存食の一種です。今でこそ全国区になってきましたが、昔は限られた地域のみで食されていたようです。ビーフジャーキーのような水分が少ない硬いタイプの干し肉ではなく、どちらかというと水分が残っていてハムとかベーコンに近いようなタイプのウェットな干し肉です。袋から出してみましょう。いぶされた香薫がしますね。ベーコンのような香りです。原材料は馬肉と食塩と調味料アミノ酸等ということで至ってシンプルです。歯切れがよくハムっぽい食感です。馬刺しとはまた違って噛むごとにすごい旨味を感じます。旨味が濃縮してますね。これだけパッと出されて食べたら馬の肉とは思わないかもしれません。牛に似てますかね。今日はせっかくなのでこの菜干しを作っています。これを塩漬け、塩抜き、乾燥、燻製をして菜干しにします。まずは肉を塩漬けにします。今回 10% くらいの塩で一晩塩漬けにします。まんべんなく全体に塩をまぶします。まぶし終わったらラップをして冷蔵庫で一晩置きます。一晩置いたものがこちらです。一晩でかなり水分が抜けていますね。身が少し締まって硬くなっています。次に水洗いして水をつけて1時間くらい塩抜きをします。塩抜きが終わったら水気を拭き取ってザルに並べて外で天日干しします。今日は外が結構暑いので冷蔵庫で3時間くらい乾かしておきます。乾かし終わったので次はこれを燻製にします。S 字フックを肉に取り付けます。スモーカーに肉を引っ掛けて吊るします。桜のスモークチップを受け皿に用意して準備は完了です。コンロの火をつけて燻製を開始します。30分くらい燻製して冷めたらスモーカーから肉を取り出します。肉を好みの薄さにカットします。あまり厚めよりは薄くカットした方が食べやすいです。カットが終わったらお皿に盛り付けておろし生姜とおろしニンニクを添えて完成です。早速食べてみましょう。いただきます。今日は泡盛専用塩ソーダのシマッピーを飲んでみましょう。こちらの商品にはアルコールは含まれていません。西表島唯一の製塩所、西表島の塩と石垣島の泡盛酒造の八重泉酒造のコラボ商品です。泡盛専用ってなんだか惹かれますね。お好きな泡盛を用意してホッピー感覚でこの塩ソーダを注いで好みの濃さで飲むことができる商品です。甘みもあり後味にミネラルや旨味を感じます。そこまでしょっぱいわけではないですね。泡盛専用ですが他のお酒を割ったりして楽しんでみるのもいいかもしれません。それでは菜干し食べてみましょう。桜のチップの香ばしい香りが口いっぱいに広がります。薄めの部分は少し塩気が強かったですね。塩抜きした後に少しカットして焼いて味見して塩抜きが足りなければ時間を延ばしましょう。下に敷いた玉ねぎと一緒に食べると塩気は気になりません。ちょうどいいですね。生姜とかニンニクをちょっとつけてあげても風味が増して味わいも変わります。しっかりと保存を考えるなら塩漬け後の塩抜きは抜きすぎず 2,3 日天日干しして燻製する方が長持ちそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。菜干しいかがでしたか？動物によっても干すと味わいが変わるのも面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。